定食屋から三つ星レストランへ転職した俺は日常的にシェフから嫌がらせを受けていた。さらに、俺の作った料理がVIPの会食で大絶賛された時も、シェフは自分が料理を作ったことにしてしまった。そのことがレストランオーナーに知られても開き直った態度を取るシェフ。元定食屋の親父が料理を作ったなんて知られたら、このレストランの恥になるじゃないですか。その言葉を聞いて怒りをあらわにしたオーナーはシェフを怒鳴りつけた。君は彼が誰だか知らないのか。失言を悔い改めないと言うなら出て行きたまえ。その後、俺の過去を知ったシェフはこの業界から追い出されることになってしまったのだ。俺の名前は滝沢英二。年は50代前半だ。つい最近まで親から引き継いだ定食屋を地元商店街で営んでいた。なぜ過去形なのかというと、商店街を含む地域一帯に再開発の話が持ち上がったからだ。商店街は小さいながらも地元民に愛され、小売店が軒を連ねて昔は賑わいを見せていた。しかし近年では後継ぎ問題やら様々な事情で店じまいする商店が増えているのが現状だった。すっかり錆びれてシャッター商店街と化してしまったのだから、行政も再開発に踏み切ったのだろう。立ち退きまでの猶予期間はあるが、俺は早々に店を畳むことを決意していた。うちの定食屋は外見も店内も古く、決して今時のおしゃれな店ではなかったが、安くてボリューム満点を売りにした日替わり定食は男子学生から若い OL まで人気だった。お客様からの閉店を惜しむ声に戸惑いもあったが仕方がない。中にはギリギリまで商売を続けるという店も何軒かあるが、俺としては年齢的にも早々に身の振り方を考える必要があったのだ。俺の提供する料理を美味しいと食べてくれるお客様の笑顔は俺にとって極上の喜びであり、まだまだ包丁を握っていたい気持ちもある。だからといって、勤め先を選べるほど若くはないということだ。贅沢は言えない。料理を作る仕事ができればそれでいい。おかげさまで長い時間を要することなく次の仕事が決まり、現在俺は欧風レストランで働いている。おい、滝沢、白菜のざく切り済んだのか？俺の名を呼んだのは、ここのレストランでシェフをしている草野秀明さんだ。40代前半で俺より若いが、こっちは新人だから呼び捨てにされることは構わない。ただ、問題もある。あ？お前、何やってんだ？俺はランチコースの前菜に使う白菜を指示通り大量にざく切りにし、水につけておいた白菜をザルに移していた。どうやらそのやり方が気に入らないようで、俺に注意をしてきたのだ。お前は何をノロノロしてんだ？いえ、水切りする際に少量ずつ手ですくってザルに移した方が二重に、言い終える前に怒鳴り声で遮られた。バカ野郎、そんなことしてたら間に合わねえんだよ。手よくサボってるだけだろ。そんなつもりはありません。私はあくまでも。下っ端が口答えできる身分か？ここは三つ星レストランなんだ。お前がやってた大衆食堂だか。定食屋とはわけが違うんだよ。余計なことせず指示通りにしろ。さっさと次の作業にかかれ。と、捨て台詞を吐いて草野シェフは立ち去った。ふう。諦めにも近いような小さなため息が自然と出てしまう。俺は相当嫌われているようだ。というよりも、俺をここのコックとは認めていないのだろう。同じ料理人であっても、三つ星シェフと定食屋の親父では格が違うとはっきり言われたのだ。どんな業態であろうと料理を作ってお客様に提供することに変わりはないと思うが、俺は反論しなかった。
ことを荒立てたくないという気持ちがあるからだ。この年で働き口がすぐまた見つかるとも限らない。料理業界にいられるだけでもありがたいと思うことにしているのだ。だが、俺だけでなく他のコックたちの扱いも相当ひどいというのは入店初日に分かった。改善点を注意するのはわかるが、草野シェフの場合は罵声を浴びせるのみで褒めることをしない。あれでは下の者たちも離れていってしまうだろう。休憩時間にコックたちが不満を漏らしているのを何度も耳にしている。さらに困ったことに草野シェフはお客様に対しても悪態をつく。料理の食べ残しやネットの口コミで評価が低かったりすると、俺の料理がわからないバカ舌が何をほざいてやがる。など、必ず馬鹿にしたような発言をするのだ。自分の料理にケチをつけられたからといって、お客様のことを見下すのはいかがなものだろうか。高すぎるプライドゆえ、か。草野シェフの態度にため息を吐きつつ作業をしていると、何やら後ろの方で新人コックが草野シェフに怒鳴られているのが聞こえてきた。こりゃ、昼の休憩室がまた騒がしくなるな。草野シェフは決して休憩時間を他のコックたちと共にはしない。コックたちによると格付けの問題だそうだ。シェフである自分より階級が下になるコックたちと貴重な休憩時間を過ごす気になどなれないという。だから余計にまかない時の休憩室は草野シェフへの不満話で持ちきりとなるわけである。少しでも他のコックたちの気晴らしになるよう、俺の若い当時の失敗談や面白いエピソードなどを聞かせたりして場を和ますことに努めた。俺と入れ替わりで辞めていった人がいると聞いて、これ以上若いコックたちに辞めていってほしくないという思いからだ。こんな話で少しでも気が紛れてくれたら嬉しい。そんな努力の甲斐もあってか、俺はコックたちから妙に懐かれていた。ただ、それが草野シェフは気に入らないのか、ただならぬ気配を感じていたのか、俺に対する風当たりはひどくなる一方だった。暴言ばかりではなく、包丁を使う仕事を与えず、終日、皿洗いに終わる日などもある。定食屋で出すものなんか、ここでは扱わない。だからお前は皿洗いで十分だよな。草野シェフはそんな理不尽なセリフを並べる。どんな仕事でも与えられたことはきちんとやるつもりだ。俺は素直に草野シェフの指示に従う毎日を厨房で過ごしていた。このレストランに来て1ヶ月が過ぎた頃、オーナーと草野シェフが何やら打ち合わせのようなことをしているのが見えた。後から聞いた話によると、ここのレストランと資本提携している大手企業の社長が外国の要人、つまり VIP を招いて会食を行う予定らしい。草野シェフはこの件を聞いて、すべて俺が取り仕切る。と俺たちに通告した。コックの一人が自分たちは何をすればいいのか尋ねると、片付けだな。とあっさり言われていた。俺の最高の料理でおもてなしをするから、下っ端のお前たちは何もしなくていい。そう言って、くれぐれも邪魔をするな。と念を押していた。前菜からデザートに至るまでのコース料理をすべて自分で考案し、提供するということだ。本来デザートは専門のパティシエが担当しているのだが、それも不要だという。相当息巻いているのが見て取れる。草野シェフがそういう指示を出したなら、俺たちは従うまでだ。通常のお客様に出す料理を作ることに専念することにしよう、と俺はコックたちに言った。いつもなら生意気言うな、と草野シェフの怒鳴り声が飛んでくるのだが、今回はノーコメント。というより、会食で提供する料理のことで頭がいっぱいなのだろう。周りのことなど今は構ってられないというようなオーラが見えた気がした。そして迎えた
会食当日、草野シェフは自分が考案したメニューと食材を俺たちに公開した。前菜からデザートまで、すべて俺のオリジナルだ。お前たちもよく見ておくんだな。自信満々に言う。メインは最高級の国産ブランド牛に決めたようだ。誰が見ても最高級 A5 ランクの牛フィレ肉が用意されている。いつになく上機嫌の草野シェフは前菜の準備に取り掛かり始めていた。まだ日の浅い新人コックは興味津々でその様子を眺めている。草野シェフがそれを咎めないところを見ると完全に料理に集中しているようだ。人数分の前菜を手早く作り上げ、お皿に盛り付ける作業に入ったとき、ホール責任者が慌てた様子で厨房へやってきた。手にはテーブルに置いてあるはずのメニュー、いわばコース料理のお品書きが印刷された用紙が握られている。大変です。司書の方がメニューを見て即座に変更しろと。ホール責任者が真っ青な顔で言う。はぁ？どういうことだ？理由を説明しろ。ホール責任者が言うには、外国要人に牛肉アレルギーがあるとのことだった。しかも、事前に通知してあるはずだと、社長秘書に言われたらしい。会食についての資料は、事前にシェフもお読みになられてるはずですが、と困り顔でホール責任者は草野シェフに訴えていた。草野シェフは事前に渡されていたという資料を慌てて数枚めくり、ちっと舌打ちをした。アレルギーともなれば好き嫌いと違い、最悪は命の危険にも関わる問題だ。他のメイン食材に変更せざるを得ないであろう。そうと決まればすぐに対応を、のはずだが、肝心の草野シェフは眉を吊り上げて調理台をバンと勢いよく叩いた。なんだよ、今更変更なんかできるわけねえだろうが。ほとんど逆切れ状態で声を荒げる。このままでは時間ばかりが過ぎてしまい、相手を待たせてしまう。俺は草野シェフに自分たちでできる限りのことをしますから指示を出してください、とお願いした。しかし、はぁ？お前らに何ができるって言うんだ。やりたきゃお前が勝手に定食屋の庶民向けの飯でも出しゃいいだろうよ。そう吐き捨てると、外した前掛けを力任せに放り投げると、厨房を出て行ってしまったのだ。シェフが不在となり、厨房内は大騒ぎとなってしまった。こんな時は、スーシェフと呼ばれる、いわゆる副料理長が代理を務めるものなのだが、料理を提供する相手が、VIP であるということに動揺しているようだ。自分には無理だ、と言って頭を抱えて座り込んでしまっている。相手が大物であると同時に、下手すると、三つ星レストランの名を汚すという恐怖がコックたちの中に渦巻く。この場を何とか収めようと名乗りを上げる者はいなかった。そうなると仕方がない。ここは最年長の俺がどうにか打開策を考えねばなるまい。みんな、すまないが、今から俺の指示に従ってほしい。何かあれば、俺が責任を取るから。俺は秘書の方に牛肉以外のアレルギーの有無を確認し、メイン料理を魚介類へ変更することにした。厨房内で使える食材は牛肉を除いてできるだけ使用する。地元商店街で魚屋を営む幼馴染に連絡したところ、運よく生きのいい魚介類がまだ残っているとのことだった。俺は大急ぎで届けてほしいとお願いした。まずはアミューズと呼ばれる一品料理で食前酒を楽しんでいただき、前菜を提供するあたりに魚が到着することを祈った。テーブルにあらかじめ用意してあったお品書きは一足先に到着した秘書しか見ていないとのことで、本日のメニューはお楽しみ的な感じで口裏を合わせてもらった。ホール責任者によると、それは何が出てくるか楽しみだと、むしろ喜ばれていたと報告があり、少しほっとした。
コックたちに指示したオードブルの仕上がり具合をチェックし、テーブルへ運ぶときに魚が到着する。さすがは気心知れた幼馴染だ。望む通りの新鮮な魚介を厳選して届けてくれた。俺がとっさに考えたのはフレンチ御膳、つまり和洋折衷料理だ。新鮮な魚介類のお作りには、わさび醤油の他に岩塩やハーブをつけたオリーブオイルを添えてバリエーション豊富に食べられるよう提供する。魚のポワレは柚子ソースを使って和と洋の味を楽しんでもらう。あとは伊勢海老の出汁で炊いたご飯を出す予定だ。これはあらかじめホール責任者に伊勢海老のリゾットと出汁で炊いたご飯のどちらがいいか聞いておいてもらったら、ぜひとも出汁で炊いたご飯が食べたいとのことだった。厨房のコックたちもテキパキと俺の指示通りに動いてくれたおかげもあり、なんとか最後までやり遂げることができたのである。なぜいつも草野シェフがコックたちを怒鳴って注意するのか不思議に感じるほどだ。ホール責任者から大絶賛されてましたよと言われ、ほっとした。料理責任者を呼んでほしいとのことですので、一緒に来ていただけますか？そう言われ、俺は会食が行われた個室に向かったのだが、何やら笑い声が聞こえてくる。ドア近くで耳を澄ますと、草野シェフの声がした。どうやら草野シェフが料理長として挨拶に行ったようだ。そばにいたホール責任者が怪げそうな顔をしていたが、俺は首を横に振って何も言わず厨房へ戻った。俺はお客様が満足してくれたならそれでいい。その後は何事もなかったように草野シェフは厨房に戻ってきた。しかし先ほどの一件をホール責任者がコックたちに漏らしたのであろう。とうとうたまりにたまったコックたちの草野シェフへの怒りが爆発してしまったのだ。草野シェフは何もしてないじゃないか。いいところだけ持っていくなんて。休憩時間になると、コック総出でオーナーの元へ出向き、事の起こりすべてを報告したらしい。閉店後にオーナーが厨房に現れ、草野シェフに真意を問いただした。草野シェフは仕事を放棄し、厨房から離席したことを認めたが、謝罪はしない。激怒するオーナーに対し、草野シェフは機転を利かせたつもりだと告げた。元定食屋が料理を作ったなんて知られたら、このレストランの恥になるじゃないですか。店の名誉を守るために自分があえて挨拶に行ったのだと完全に開き直っている。ちょっと人より腕がいいにしたって、庶民相手の定食屋の元店主と三つ星シェフとでは、格も違えば、客の評価だって、雲泥の差ですよ。草野シェフは、俺を小馬鹿にしたような目つきで、チラチラ見ながらオーナーに語っていた。そして、たまたま外国人に和食が受けただけの話でしょう、と言った瞬間に、黙って聞いていたオーナーの怒りが頂点に達した。本当に君は滝沢のことを知らないのか？はい？何がです？元定食屋ってことなら知ってますよ。何のことを言われているのかわからない素振りで草野シェフが聞き返す。草野くん、君はムッシュタッキーを知っているか？もちろん知ってますよ、タッキー。まさか。俺の方へ向き直り、半信半疑の目を向けてきた。この滝沢はかつてフランスの高級レストランや5つ星ホテルで総料理長を務めていた男だ。料理界の人間ならムッシュ滝の名前を知らない者はいないはずだ。と、オーナーは声を荒げる。それに、その場に居合わせた人たちがざわつき始めた。それって、料理界の神って言われたシェフじゃないか？畑に生えた雑草でさえ一流料理に変えるって聞いた。そんな大げさすぎる声まで聞こえてきた。滝沢が帰国した時は日本中の三つ星レストランから声がかかるほどだった。そんな大先輩に向かってなんだその態度は。コックたちが草野シェフと俺を
交互に見て、ひそひそ話をしている。過去の栄光が何だって言うんです？定食屋になり下がったくせに余計なことしやがって。俺の顔を睨むようにふてくされる草野シェフ。元はアレルギーを見落とした草野シェフ本人の落ち度なのだが、そんなこと忘れ去っているかのような物言いだ。滝沢は世界に名高い一流のシェフだ。草野くん、すべてにおいて君程度が叶う相手ではない。失言を悔い改めないというなら出て行きたまえ。わかりましたよ。やってられるかってんだ。近くの調理台を八つ当たり気味に足で蹴り、草野シェフは厨房を後にした。腕は悪くないんだが、人の上に立つ者としては人間性に欠けるな。その後ろ姿を見つめながらオーナーが嘆く。そしてコックたちに向かって自分の監督不行き届きを詫びたのである。オーナーも草野シェフの横柄さは目に余るものがあると感じていたらしく、今回の騒動についてはさすがに見過ごせなかったらしい。申し訳なさそうに俺にも頭を下げてきたのである。オーナーとはフランスで修行中に知り合って以来長年の友人だ。異国の地で知り合った日本人同士、年齢も一緒で性格も似ている部分があり、俺たちはすぐに仲良くなった。あの頃はお互いの夢の実現に向けて励まし合いながら頑張った仲だ。俺はフランスで念願のシェフになり、オーナーは帰国して日本でレストランを開店させた。地元商店街の再開発で定食屋を閉めることを聞きつけ、自分のレストランで働かないかと声をかけてくれたのである。最初はシェフとして迎え入れると言ってくれたのだが、俺は辞退した。ありがたい話ではあったが、空きがあるならともかく、この年で出しゃばる必要もないと思ったし、声をかけてくれただけでありがたいと思ったからだ。草野シェフのプライドの高さには早々に気づいていたので、できれば身分を隠しておきたかったのだが、知られてしまったものは仕方ないか。そしてその後、草野シェフは懲戒解雇となった。お客様の口コミで気に入らないものは勝手に削除したり、反撃とも言える内容のコメントを返していたことも発覚したらしい。そのような行為はかえってお店の品格が疑われてしまう。懲戒解雇となれば、この業界で生きていくのは困難であろう。何しろ、そういう情報は瞬く間に知れ渡ってしまうのである。オーナーの言う通り、腕は悪くないのにもったいないことをしたものだ。一方、俺は草野シェフに代わり、オーナーからシェフを任命された。料理だけでなく、若手コックたちの育成にも力を貸してほしいと頼まれたのである。以前は愚痴だらけの休憩室も、今ではすっかり本当の意味で憩いの場になっている。さらに、しばらくしてオーナーから今回の会食が成功したおかげで違うジャンルのお店の出店も決まったと話があった。若い世代でも気軽に利用できるカジュアルな欧風料理と本格的な日本料理の店舗ということで、俺に総料理長を務めてほしいという。外国の要人もぜひにと指名しているというのだ。食べ慣れたフランス料理よりも日本に来た時ぐらい和食が食べたかったとのことで、俺が提供したフレンチ御膳をやたら気に入ってくれたらしい。コックたちの後押しもあり、俺は総料理長を慎んで引き受けることにした。もう50代だと思っていたが、これを機にまだ50代と思うことにしようと思う。父が倒れて定食屋を継ぐため日本へ帰国することにためらいはなかった。お客様が喜んでくれる料理が作れるならジャンルは問わない。それが俺のモットーだ。商店街と同じく俺自身の気持ちも新たに再出発、いや再開発だ。俺は生涯料理人として生きていこうと思う。苦楽を共にした友人とこのレストランをさらに盛り上げていくつもりだ。